haunted? That's a very interesting point of view. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious?はい、皆さんこんにちは。今日はですね、白に泣いたオードリー・ヘップバーン、ファニーフェイス、パリの恋人、これとですね、パンツを2枚履いたマリリン・モンロー、7年目の浮気からの話をします。なんとなくですね、冒頭の絵を見てですね、皆さんマリリン・モンローのパンツを2枚履いたというのはお察しがついた方がいらっしゃるとは思うんですが、オードリーがですね、白に泣いたというのは皆さんもご想像つかないと思うんです。オードリーが踊る、先ほどお見せしたシーン、よくご覧になれば、お分かりになったはずなんですね。どうです？そうですね。オードリーの履いていた白いソックス、靴下ですね。この、パリの恋人、ファニーフェイスはあの有名な、雨に歌えばの監督ジーン・ケリーとコンビを組んだスタンリー・ドーネン監督の作品ですね。ものすごくファニーフェイス、モダンな映画です。スタンリー・ドーネン監督の斬新な映像感覚がオードリーの魅力をふんだんに使ってですね、ファッションモンタージュされているんですね。しかし撮影中いつもオードリーの意見とスタンリー・ドーネンの監督の意見が合うとはそういうわけではなかったんですよ。この酒場で踊りまくるシーン、この時のオードリーの衣装はセーターもスラックスも靴も全身真っ黒というあまりにもみすぼらしいやぼったいものでした。ドーネン監督はオードリーにこう言ったんですね。どうか靴下だけは白を履いてくれないかね。しかしオードリーは猛反対したんですね。せっかく黒で統一してるのに気が散って踊れないわって言うんですよ。もう皆さんお分かりになりますよね、白を履く意味が。ドーネン監督の狙いは観客の目線をオードリーの踊るリズミカルな足の動きに注目させるという計算だったんです。白を命令するドーネン監督にオードリーは泣きながらようやくうなずいて白を履いたんですね。しかし撮影中オードリーはスタンリー・ドーネン監督と一言も口を聞かなかったんです。オードリーの役者魂炸裂ですね。しかしですね、編集前のフィルム、これラッシュって言うんですけども、それを見た後にオードリーから、ドーネン監督にメモが届いたんですね。靴下の件、監督のおっしゃる通りでしたと。白い靴下は子供っぽいしダサいというものの代名詞的存在ですよね。しかしこの白い靴下を誰よりもセクシーに履きこなした男がいましたね。そうです、マイケル・ジャクソンでした。ではオードリーのダンスシーン、もう一度その辺をよく、見ていただきましょう。
はい、話をマリリンに進めましょう。私の大好きなコメディ監督ビリー・ワイルダーの作品で、7年目の上着という映画があるんです。この映画のマリリンのスカートが地下鉄の通風口から吹き上げられる、風でスカートが舞い上がるシーンがあまりにも有名ですよね。これタイトルがですね、間違ってる方結構いらっしゃる。タイトルがですね、このお熱いのはお好き？私ちょっと普通の円盤と特別編と2つ持ってるんですけども、お熱いのはお好きと勘違いされている方が結構いらっしゃるんですけども、はっきり申し上げますけども、7年目の浮気の見せ場はこのスカートがまくれ上がるこのシーンだけです。申し訳ないんだけど、7年目の浮気全く面白くない。申し訳ないけど、実はこのシーンはですね、ニューヨークのレキシントンアベニュー52丁目の劇場の前で撮影が行われたんですね。これなんでそんなところで撮影したかっていうと、宣伝を兼ねた、ロケだったんです。で、宣伝を兼ねたロケだったにもかかわらず、野じ馬やプロのカメラマンが集まってきてですね、夜中の12時には見物客がもう2000人以上に集まっちゃったんですよ。で、事前にマリリンはパンツを2枚重ねて履いてたんですね。透けないようにって。しかしこれじゃあ撮影にはなりませんよね。雑音で音は拾えないし、撮影どころじゃありませんよね。後日その場と同じ場面のセットをスタジオで作り直したんです。で、そこで撮り直しをしたんですね。よくできたスタジオですよね。でも検閲を気にしてスカートの露出を最小限に抑えたために、このように全身が映るシーンは映画ではカットされてしまったんですね。ちなみにこの、スカートが巻き上がるシーンのセットの通風口を、風を吹き上げる係、誰がやるか、下から送風機を誰が操作するかで、スタッフが俺がやるんだって揉めてもう大変だったらしいです。まあこれはもうしょうがないですね。ご参考までにご紹介しておきますが、お熱いのはお好き、これは、大傑作です。ビリー・ワイルダーの作品ですけども、この前にご紹介したアパートの鍵貸しますのビリー・ワイルダー監督、これ、ジャック・レモン、そしてハンサムなトニー・カーチス、これどういう話かというとですね、簡単に申し上げると、禁酒時代のシカゴ、マフィアに追われることになったジャック・レモンとトニー・カーチスは、逃げる方法を取るんですけども、女性の楽団に潜り込むんですよね。その潜り込んだそこの団員の中にマリリンがいたんですよ。で、そのマリリンに2人とも一目惚れしてしまうんですね。この映画はめちゃくちゃ面白い。これちょっとだけ PR 動画あったんで流します。どうぞ。
since the Marx Brothers, so much comedy. Not since the 7-year itch, so much Maryland. The best picture this year will also be the funniest. Good night, sugar. Good night, honey. There's one thing sure, boy never met girl like this before. You've never laughed more at sex, or a picture about it. You stay here as long as you like. はい、今もう夜中の12時を回りかけてますけども、腹が減ったので夜食を食べたいと思います。皆さんのコメントの中で富山ブラックラーメンがうまいということを聞きましてですね、スーパーで、インスタント買ってきました。富山ブラック。私富山ブラックのラーメン、富山県に来てですね、富山ブラックのラーメン食べたことがないんですね。ちょっとこれ今日食べてみようと思います。はい、破ります。はい、これ普通の、ラーメンと同じですよね。中見てみましょう。こんな感じです。これは何だろう、火薬、液体スープ、火薬スープ、これ入れてみましょう。はい、火薬具を入れました。お湯が沸くまでに、表書きちょっと読んでみます。北陸の地富山が発祥の醤油ラーメン、鶏ガラと豚骨の強烈な印象の漆黒スープ、辛いものが苦手な方はご注意ください。私辛いのダメなんですよね。だから遠慮してたんだけど、ちょっと勇気を出して食べてみようと思います。これうまかったらお店屋さんに行ってちょっといっぱい食べてみようとは思いますけども。はい、お湯入れました。蓋します。はい、もういいでしょう。これにこの液体スープを入れてくれと。これが黒いのかな。あー、これは黒いんだ。うわー、じゃあちょっとかき混ぜてみますね。こんな感じ。うわー、真っ黒。でもうまそうですね。ちょっと麺が硬いのかな。はい、それじゃあいただきます。麺がね、ちょっとゴムみたいにね、伸びるね。こんなもん夜中に食べちゃうからブクブク太っちゃうんだよね。でもうまいよ。まあどうせすぐには寝ない、2時か3時にしか寝ないから。で朝の6時、5時か6時頃起きちゃうんだよね。麺がうまいっていうよりもスープがうまいね。辛いけどうまい。あっさりしてるよ。その代わり辛い。スパイスが効いてる。だんだん効いてきた。もうこんだけ。うまいのはうまいけどな、ちょっと麺だけだな、問題は。はい、食べちゃいました。ごちそうさま。うまかったです。はい、なんかラーメン食べてる人いましたね。
うまかったんでしょうかね。まあ皆さんも地方でもし、同じような商品があれば、食べてみるのも一つの手じゃないかなと思います。私本物食べてないんで何ともご意見申し上げられません。はい、映画の話に戻ります。最後になりますけども、もう一つオードリーが白に泣いた話があるんです。この同じ、映画パリの恋人ファニーフェイス、このラストシーンですね。純白のウェディングドレスを着たオードリーは美しいですよね。このシーンのリハーサル中にハプニングが起きたんですね。オードリーが踊るドレスの下の隙間からちらりちらりとピンク色のものが見えるんです。同年監督は助手にあれはなんだかわかるか、お前行ってちょっと話してこいよって言うんですね。でも助手はここは監督が自らお話にならないきゃ仕方がないでしょうと言われて、仕方なく同年監督はですね、オードリーに口を濁しながらも申し訳なさそうに、オードリー、下につけてるものをなんとか白に変えてもらえないかな。このシーンはね、純白のあなたでなければいけないんですよと言うんですけども、オードリーは白の下着なんか持ってきてるはずがないんです。持ってきてなかったんです。これはいくらなんでも衣装係と言ってもですね、そんな大事な大女優さんの下着の準備まではしてませんよね。結局買いに行くことになったわけですけども、この映像後で流しますが、こんなフランスの片田舎にパンツなんか売ってる店はないわけですよ。もうスタッフがあちこち駆けずり回って何十軒も探し歩いた結果、子供用のですねフリルのついた小さなパンツが見つかりまして、それをオードリーに履かせたんですね。そしたらこれがオードリーのちんまりしたお尻ヒップに子供のパンツがぴったりだったんです。でこれでめでたくめでたくこのシーンを撮り終えたっていうわけですね。ということで今日はパンツの話にばっかりになりましたが、オードリーのウェディングドレスで踊る絵でお別れしましょう。今日もありがとう。またお会いしましょう。ではさようなら。チャンネル登録もお待ちしてます。